皆さんこんにちは、シオネルです。私は昨日青春18切符で東京から新山口まで来まして、せっかく新山口に来たということでセットで楽しみにしていた旅に出かけます。新山口駅の券売機で予約しておいた切符を発見してホームへ向かいます。本日乗車するのは SL 山口号。この日のために重々打ち頑張りました。新山口から津和野まで往復で楽しみます。ホームに行く前に改札内のセブンイレブンで SL 山口号運転日のみに販売している SL 山口弁当を購入。これは必須ですね。早く食べたいです。なんかホームもすごいおしゃれになってる。一番ホームに降りるとホームから SL ムード全開、気分が高まります。 SL が止まる駅らしいホームになっててかわいい。床はレンガ風でおしゃれなデザイン。ベンチにも SL が描かれています。かなり争奪戦が激しくて、帰りにグリーン車を取ったので行きは普通車で行きます。いつも一人で顔はめパネルをやっていると結構変な目で見られます。ゴミ箱までおしゃれ。これを見るだけでタイムスリップしたような感覚になります。皆さんカメラを構えていますね。最後尾には展望車がついています。客車は SL 全盛期の雰囲気を再現するために戦前に作られた客車を復刻製造したもの。レトロで独特な雰囲気にとってもワクワクします。この白いラインは旧一等車の証だそうです。グリーン車以外はラインが引かれていません。客車を牽引するのは第51型蒸気機関車、通称デゴイチ。日本で最も多く製造された蒸気機関車です。この真っ黒で重厚感のあるボディに釘付けになります。本当にかっこいいです。新山口駅は以前は小郡駅という名前で、その駅名表示板がここに保存されています。いろんな歴史を感じることのできるホームです。すいません、ありがとうございます。それではいち早く乗車して客車の雰囲気を味わいます。2、3、4号車には4名掛けのボックスシートがずらりと並び、木の温かさと深いブルーのシートがとってもレトロで可愛い。目の前には昔の情景が思い浮かぶほどです。まるでその時代に生きているような感覚。ワクワクが止まりません。昔の路線図もあります。そして洗面所も令和では味わえない雰囲気。タイルとかを見ると昔ながらという感じがしますね。お手洗いはウォシュレットなどもついている新しいもので、一瞬頭がこんがらがります。天井の半円型のライトもとってもおしゃれ。でも液晶モニターがあったりと、現代の快適性と掛け合わせた作りが乗客を置いてけぼりにしないというか、昔の雰囲気を味わいながら2時間の旅を快適に楽しめるというのがとってもいいですね。列車の最後尾にグリーン車があり、これがとんでもない争奪戦を勝ち抜いた猛者たちの空間です。普通車指定の方は入れませんのでご注意ください。デッキには大型荷物置きもあり、キャリーなども置くことができます。3号車には座席の他にフリースペースがあります。展示スペースもあり、実際に使われた備品もあります。5号車は緑色の座席。雰囲気がガラリと変わり、このレトロ感がとっても可愛いです。バリアフリーにも対応されています。いよいよ出発です。ホームからは SL 山口号の旗を振ってたくさんの方がお見送りをしてくれます。
出発してすぐに車窓から黒煙が確認できます。普段活躍している車両たちに黒煙が降り注ぐ様子を見られるのも新鮮です。3号車には売店があり、お土産や軽食などを購入できます。出発直後は長蛇の列で驚きました。と言いつつ、他の時間帯に行こうと思っても結局ずっと混んでる状態だったので、行きたい時に行くのがいいかもしれません。この窓は開けることができますが、誰も開けていませんでした。やはりボックス席全員がお知り合いというところは少ないので、皆さん譲り合っているのだと思います。レトロな客車から眺める美しい車窓、時間を忘れて楽しみます。途中停車駅に限らず、いろんな場所でお手振り、お見送りをしてもらえます。湯田温泉駅は駅横に足湯もあり、お手振りスポットとして有名ですが、車窓を眺めていると、ご自宅から手を振ってくださる方や、田んぼ仕事中に手を振ってくださる方も、沿線の温かさに触れてグッとくるものがあります。鉄道旅に欠かせないお弁当、早速いただきます。こちらのオリジナル弁当は沿線の郷土料理や特産品などをいただけます。車内放送では車窓のポイントや SL 山口号についても説明してくださるので、事前に調べていなくても十分に楽しむことができますよ。実はこのように4人ボックス席で知らない方と相席乗車は初めて。私は一人旅が好きなので全く問題ないのですが、慣れていない方にはちょっとハードルが高いかもしれません。でも安心してください。一人客の方も結構いらっしゃいます。私は今回窓側を予約できていると思ったら通路側だったというボンミスをしてしまったのですが、結論良かった気がします。自由に席を立って車内を満喫し、デッキからもゆっくり車窓を見ることができました。でもやっぱり無理という方はぜひ、グリーン車に一人席があるので頑張って取ってみてください。日本駅では6分停車時間があり、撮影チャンスということで多くの方が列車から降りて小走りで移動していきます。機関士さんがこれから登る坂に備えて石炭の準備をしています。かっこいいですね。そして手前からは石炭が燃えてできる黒煙、後ろからは真っ白な蒸気が上がっています。この迫力ある面白い景色、もう少し長く見ていたいのですが、駅に取り残されないように座席に戻ります。大きな汽笛を鳴らし再出発です。車内に戻ると石炭をもらっている方がいました。そんなこともできるんだって驚きです。現在は篠目駅までの勾配を登っています。坂は体感でも結構斜めっているような気がします。約1トンの石炭と10トンの水を使ってそして山口線最長の田代トンネルを通ります。ここは窓を必ず閉めないとダメだそうです。そうしないとかなりの轟音と黒煙が大量に入ってきて大変なことになってしまうそうです。篠目駅に到着。この昔ながらの駅名板を見るとテンションが上がります。長門峡駅を発車すると有名な撮影スポットがあり、たくさんの撮り鉄さんたちが手を振ってくれます。
少し遠いところから大きく手を振ってくれている方を発見。私のお手振りも届いていると嬉しいなと思います。旅はもう終盤。慈福駅では13分間停車するので、また多くの人が大移動。 SL を真正面から撮影することもできるので、これは逃せません。いやー、かっこいいです。せっかくなので記念にツーショットも。煙がめっちゃ降ってくる。服にも匂いがつくので、私は嬉しいなと思いながら全身で浴びます。そして駅舎もレトロで可愛い。赤い瓦屋根が特徴的。なんとなく沖縄っぽさも感じます。待合室には昔ながらのストーブも。とっても綺麗でのどかな田園風景。たまに鳥にも出会えます。奥に見えるのは徳佐ヶ峰。別名長門富士と呼ばれる島根県境にそびえる長門第一の独立鉱山だそうです。上部の石造りの建物は津和野城跡。その下には津和野の街並みが広がります。赤い石州瓦が特徴的で綺麗ですね。2時間の旅もあっという間に終わりを迎えます。皆さん、あれもう着いたのといった様子で SL の旅がいかに充実していたかを感じさせてくれます。津和野駅に到着しました。次の旅へと準備に向かう SL 山口号を見送ります。改めてこうやって見てみると、茶色一色の客車は地味に見えますが、中に入ると鮮やかなモケットが目を引いて、そのギャップにも楽しませてもらえます。さあ、津和野駅に着いた後にまず向かうのは転車台。駅から数分歩きます。これからですね、ちょっと観光したいなと思って稲荷神社に行きます。この土地を感じながら歩こうかなとかも思ったんですが、ちょっと今32度、かなりのもう酷暑もいいところということで、バスに乗って行きます。津和野駅です。この木とね、瓦でとってもかっこいい駅舎になっています。
100円でこちらの自動券売機で購入します。森鴎外といえば舞姫、多分みんな中学とかでやったんじゃないかなって思うんですけど、明治の文豪ですね。よいしょ。お邪魔します。あ、ここでお料理やってたのかな。いい匂いがする。すごい。木と畳の。すごい。かなり広いお家。じゃあ、お邪魔しました。こちら、一級河川の津和野川。すごい。Google マップにはこれを渡ってって書いてあったんですけど、結構怖そう。これは常盤橋でいいのかな。よいしょ。じゃあ、歩いてる道の中にも機関車が隠れてます。もうね、とにかく景色が素晴らしいです。このもちろん山々も雄大でかっこいいですし、お家がとってもかっこいいです。この河原と佇まいが。安全ポールがお魚だ。津和野は日本遺産の町。歴史とともに暮らしてきた津和野町民の暮らしそのものが遺産として認められた、とっても素敵な場所です。今からあそこに行きます。こちらは太鼓谷稲荷神社。日本五大稲荷神社の一つです。稲荷の表記が日本で唯一こっちのね、稲荷だそうです。まだ3分の1ぐらいじゃないと。登り始めてから5分くらいで到着するんですが、やっぱり疲れはします。でも上から見る津和野の街の景色はとっても綺麗なので、ぜひ登ってみてください。そして歩いてすぐのところには殿町通りがあり、歴史を感じる街並みを散策できます。すごい鯉が泳いでる。おっきい。うわ、おっきい。すごい餌を求められてる。すごい、こんな大きいんだ。すごい、いっぱい泳いでる。津和野駅に向かう途中で、これから津和野駅に入線する SL 山口号に遭遇。ということで津和野駅に戻ってきました。今度はまた SL 山口号になります。で、ここで気をつけてほしいのが、津和野からの切符は津和野では発見できないので、新山口で必ず発見してください。では早速グリーン車に乗車します。乗ってすぐに他の車両とは違う特別な空気感にとても興奮します。高級感のあるエンジ色に頭にはカバーがついており、これが一等車かとニヤニヤが止まりません。そして2列プラス1列となっており、一つ一つの座席の幅がかなり広いです。天井のライトの部分も普通車とは違っていて、細かいこだわりがとてもいいなと思いました。そしてグリーン車には展望車もついており、この空間も満喫することができます。はい、そうです。ありがとうございます。いざ座ってみると、その幅の広さにまた驚きました。
見ていただければわかると思うんですけど、座席がとっても大きくないですか？カーテンも高級感があります。この車両は一等客車マイテ49型を忠実に再現しており、空調の吹き出し口は当時流行したアールデコ模様という装飾が施されています。SL 全盛期の最新の車内設備でハイテク規制とレトロ感。肘掛けには収納テーブルもあり、個人の時間を楽しむことができます。帰りは一番後ろの5号車から展望デッキに出ることができます。このように大混雑でした。ここは匂いや音、風を全身で受けながら SL の旅を存分に満喫できるスペースなのですが、トンネルに入った時には瞬時に客車の中に入らなければいけません。そうじゃないと煙で顔とかね、真っ黒になってしまうのと、多くの煙を吸い込んでしまうので、みんなで協力しながら展望デッキを楽しみました。グリーン車専用の展望席も綺麗な景色を見渡すことができる特別な空間です。お偉いさんたちがお話しする応接間のような雰囲気で少し緊張します。窓は開けていなかったのですが、中に入り込んでしまった煙を外に出すためにも、窓を少しの時間開けてくださいとのアナウンスがあり、ルンルンで窓を開けることができました。やっぱり開放的に楽しめるのが一番いいですよね。駅方面でゲームをさせていただきます。新山口行きのみで遊ぶことができる運転シミュレーターも乗車後に予約して体験してきました。どんなものなのかなって思ってたんですけど、電車で GO の SL バージョンですね。私電車で GO もかなり下手っぴなので、運転シミュレーターも結構苦戦しました。でも走行距離としてはこの日の1位を獲得ができたということで、ちょっと嬉しかったですね。やはり帰りの方が比較的空いているので、売店でお菓子とお土産にクリアファイルを購入しました。あとサイダーも。普通車は各テーブルごとに1つのコンセントがあったのですが、グリーン車は全座席にコンセントがついています。ところでこのグリーン車の予約なんですが、大人気すぎて毎回即完売。きっと座席指定での購入は難しいんじゃないかなと思うのですが、私も何回か挑戦してもう座席指定は諦めてやっと取ることができました。取れた日はもう一日嬉しくてずっと置かれてました。現在は篠目駅、進行方向左側には給水塔が残っています。海抜300メートルの田園地帯を後にして西の京山口へと向かいます。 SL ということでスミラスクを買ってみたんですが、味全く見てなくて食べてみたら海苔味でした。
海苔味のラスクがちょっと不思議でしたね。帰りはちょうど夕日の時間帯。展望車では一面に夕日と景色を満喫できるのでおすすめです。もうすぐ新山口駅。ここですごく見たかった放射状に伸びる車両たち、新山口電車台を見ることができました。博物館みたいですごくかっこいいです。最後まで車窓を満喫して、あっという間に新山口駅に到着。煙を巻き上げながら力強く進む蒸気機関車とともにタイムスリップの旅を満喫してきました。かつての鉄道の魅力を感じながら心が温かくなるひとときでした。ということで本日も最後まで見ていただきありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。